ひろきさん、常々 MT 論調をイカ様とおっしゃってますが、MT って自国通貨建てならいくら小細工をしても大丈夫というのが本来の敵でしたっけ？僕も中学の頃、信用相続について勉強してましたが、MT の本来インフレにならない範囲内という縛り方だと思うんですが、僕は違ったんですが、MMT 論者が僕が頭がおかしいと思う理由は、定義を決めないんですよね。要は MMT と何かっていう定義を決めなくて、なんか反論されるとインフレにならない範囲っていう縛りありますよねって言ったら、いや、俺の MMT の定義は違うみたいなことを言い出して、いやいやいや、みたいな。基本的には円をすり続けると、いつかの段階で破綻するよねっていうので、例えばじゃあ、年収1000万円の人が500万円借金してました。でも別に年収1000万円だから500万円全然返せるよね。なので、毎年500万円を1年借りて、新しく500万円借りて返してっていう形で、利子だけを払ってました。で、利子はじゃあ 10% で50万円です。毎年年収1000万円で50万円利子を払うと、500万円の借金を借り換えし続けられます。これ何の問題もないよね。で、これが借金が500万で1000万円くらいでも多分いけるんですよ。じゃあ1000万円毎年毎年借りてます。で、利子は100万円です。でも別に年収1000万円だから100万円ぐらい全然払えるじゃないですか。なので、利子100万円払ってるだけで1000万円を毎年毎年借り換えてます。これいけますよと。で、3000万円借りました。年収1000万円で、借金3000万円。でも、年間に300万円の利子を払います。これはいけるよね。ギリギリだよね。で、人によって結構分かれるんですけど、300万ぐらいの利子ならいけるよねっていうので、毎年毎年3000万円を借り換えてます。で、これが自国建て通貨でいけるかどうかって話で、これが本人の能力ではないことで変わる場合なんですよ。この働いてる会社が、じゃあフジテレビでした。年収1000万円なんだけど、ひょっとしたら会社潰れるかもしれませんってなると、3000万円を借り換えたいですって言った時に、でもあなたの勤務先フジテレビだから、ちょっとね、3000万は怖くて貸せませんよ。1000万円までなら貸せますって言われたら、3000万円の借金を返済するために1000万円しか借りれなかったら、はい、破綻、終了、自己破産です。なので、その人がいくらまで借りれるのか、いくらまで借金できるのかっていうのは、社会の状況によるんですよ。働いてるのがトヨタだったら、全然トヨタさんだからいいですよ。もう4000万でも貸しますよってなるかもしれないし、公務員ですって言ったらもっと借りれるかもしれない。でも、フジテレビも3年前だったら、フジテレビだったら3000万貸しますよなんだけど、今のフジテレビだったら1000万円しか貸せませんなんですよ。なので、日本の国債というのも540兆円の国債も今は利払いができてるから、まあ日本もそれなりに安定してるよね。戦争とかないよね。だからじゃあ日本の国債買いますよっていうのが、まあ世界中にちょこちょこいてっていうのがあるので、国債の利子もそんなに上がらないんですよ。でも例えばじゃあさっきのそのフジテレビの職員の話が1000万円は貸せるけど3000万円貸してほしいんだったら返してもらえない可能性があるから利子を 30% にしていいっていう話なんですよ。3000万円の利子 30% だったら、利子900万円。年収1000万円。税金を置いといてね。なので、返せるよね。っていうので、30% では耐えられますってなると、まだ3000万円も借り換えができるんですよ。なので、日本の国債も 1% で借り換えできる。でも 5% も借り換えできる。じゃあ 10% も借り換えできる。30% になったら、借り換えできないよねってなった瞬間に破綻するんですよ。なので、借金をしてはいけないとか、国債を出してはいけないって話で、国債がどれくらいまで発行していいかどうかっていうのは、社会状況によるんですよ。例えば中国が戦争を始めましたってなったら、日本も危険かもしれないから、日本にお金貸したくないよねってなるかもしれないと。もしくはその日本の人口がどんどん減ってって、日本だけ新型コロナがパート2みたいなのがあって、日本人の人口が半分になりましたってなったら、これはやっぱ日本に金貸せないよねってなるので、国債が多いと今の段階ではいいんだけど、社会状況によって突然もう日本にお金貸せないよねってなるかもしれないよねっていうのがあるので、いつ破綻するかわからないんですよ。いくらまで借りれるかって誰もわかんないですよ。3年前のフジテレビ社員がいくらまで借金できるかって誰もわかんないんですよ。大丈夫かもしれないしダメかもしれない。でも多分大丈夫。でも今のフジテレビだったら多分ダメみたいな。なので国債はなるべく少ない方がいいよねっていうのがあって、EU とかは GDP の割合に応じて借金の額を減らしましょうっていうのをやってるんですけど、日本はまだ国債を増やし続けていて、どっかのタイミングでもう日本は信用できないよね。利子上げないと日本にお金貸せないよねってなった瞬間に突然破綻します。これゆっくり来るんじゃないんですよ。大丈夫だよねと思ってるうちは借り換えができるんですけど、誰かが、いや、ちょっと危ないんじゃねアメリカが
日本危ないんじゃねって言ったら、カナダも、あれアメリカが危ないって言うんだったら、じゃあちょっとうちも出せないよとか。ってなるので、誰かが日本ちょっとダメかもって言い出した瞬間に、突然全部止まるんですよ。そのキーが何なのかっていうのが、日本国というのにお金を貸して、どれぐらいの割合で返ってくるかっていうので、トリプル A が一番格付けとしては高いんですけど、格付けの高いところというのは、お金貸しても返ってくるようなんだけど、日本がイタリアに並ぶかイタリアより低いかぐらいで格付けが下がっていて、それよりも格付けが下がりましたってなると、今日本にお金を貸してる国とか会社は、格付け下がったら返してもらえない可能性あるから、もう新しく日本に金貸さないよってなっちゃうんですよ。なので、日本の格付けが下がるかどうかっていうところが、結構今日本が破綻するかどうかっていうところが、割とギリギリのラインなんじゃないかという説もあって、円安が昔は120円でしたっていうのが今もう150円当たり前で、ちょっと前は160円来ましたっていうので、その円を買いたいという人がどんどん減ってるので円安だよねという状況で、円安になるんだったら、150円の時に、じゃあ1万ドル分貸しました。1万ドル分っていうのが、あの時代は150万円でした。で、150万円貸しました。でも円安が165円になりましたってなると、返ってくるのが9000ドルになっちゃうんですよ。円が 10% 下がったわけだから、せっかくドルで貸したんですけど、1万ドル分を貸したんですけど、返ってくるのがドル換算した時に 10% 減ってるよねってなっちゃうんですよ、円安は。で、円安が進むということは 10% 減るって分かってるわけだから、そうすると貸す時に、じゃあ利子は 13% ねってなるんですよ。10% 分為替で損するのは分かってるから、その分 3% の利息をつけるよと。なので 13% つけるんだったら貸すよってなるんですよ。これが円安が 10% ならいいんだけど、じゃあ150円が180円になりました。で、これって 20% なんですよ。で、そうすると、今度利子は 20% と、あとプラス 3% で、23% の利子じゃないと貸さないよってなっちゃうんですよ。で 23% の利子で金借りるって、もうやばいでしょ。もう銀行もサラ金でも 23% で金は貸さないよ。違法金利だからね。23% の利益を出すって相当難しいんですよ。っていうのが今の日本の状況なんですよ。なので、円安がどれだけ進んでもいいんだとかって言う人いるんですけど、じゃあ年間に 10%、20% って円安がどんどん進み続けた時に、誰が貸すの？外国人がってなるんですよ。で、日本人が外国人から金借りてないからいいんだとか言う人いるんですけど、日本の物を買う時に何で払うかってなるんですよ。日本の人がじゃあアメリカの石油を買いますって言って日本円で払いますっていう時に、でも日本円はどんどん下がるからドルで買ってくださいってなると、石油がもともと100万円で買ってたのが 30% 円安になると、今度はこれ130万円になりますってので、日本の物価がどんどん上がっていっちゃうんですよ。日本信用できないよね。外国のものっていうのも買えないよね。で、外国に対して投資もしないし、外国の人も投資しないんだよ。どんどん円安になるってなるので、そうすると日本の物価が異常に高くなるんですよ。なので、日本円で円の国債はなんとかなるよって言ったとしても、そもそも石油買えないよね。物価上がるよね。という状態になってしまうので、なので破綻は突然来るっていう可能性があるので、皆さん気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。為替は一旦円高になりましたが、また元に戻ってしまいました。もう円安は止まらないでしょうか。いやー、これがね、僕、あんまり今ニュースになってないのが、僕の感覚がずれてるのか、ちょっとわかんなくて、僕としては結構やばいことになってるなという感覚なんですよ。で、なぜやばいことになってるなという感覚かというと、前回金利を上げた時に、日本円は金利が上がるから日本円は価値がある。もちろん日本の株も買いたいし、じゃあ日本の不動産も買いたいから、よし、日本円を買おうっていうので、結構円高になったんですよ。なので、じゃあ日本というのは円を上げる余地もあるし、円にはそれなりに価値があるから、で、実際じゃあ前だったらほっといたら、全然お金なかったけど 0.25% だから入れといた方がいいよねっていうので買われるとかあったんですけど、今回、全然円高になってないんですよ。0.25 から 0.5% って、たった 0.25% でも、一応利率としては倍になってるんですよ。で、倍になっても円高にならないということは、じゃあ日本円に価値があると思ってらっしゃる方、全然いないのということで、次にじゃあ 0.25% 上げたとして 0.75% になったとして円高にならなかったと。で、そうすると多分 1% にしないと円高にならないんですよ。で、1% にした時に日本中の金利が 1% 上がります。住宅金利も 1% 上がります。借金している人も 1% 上がります。なので今まで住宅ローンを変動でやってた人は1% 分上がるんですよ。返さなきゃいけない額が。っていうので、それで円安が止まればいいんですけど、それで止まんなかった時に、もう日本円って円安を止める手段が
じゃあ今度は日本円を 2% にするとか 3% にするとかっていう可能性が出ちゃうんですよ。まあ多分 2%、3% にすると書類上日銀は倒産します。国債めちゃくちゃ吸っていて、国債は基本的にはもう利子ほとんどないからいっぱい吸ってもいいんですけど、これが 3% つけて返さなきゃいけなくなると倒産します。だからあれ大丈夫っていうのが僕は今思っているのですよ。0.25% 上げたにもかかわらず、なんか別にならないんだったらもう利上げというカードが使えなくなるんですよ。で、利上げというカードが効かなくなったとしたら、円安を止めらんないんですよね。円安止められないとなると、多分もう円安160円コースになっちゃう可能性があるんですよ。で、円安160円になるときって結構な安さで言ったんですけど、なんで結構な安さで円安160円になったかっていうと、日本人が円安になるよねってみんな信じてたから、バンバンドル買ったんですよ。157円になりました。158円になりました。どんどん円安になるよねってどんどんドル買うんですよ。多分今回って、もう日銀が多少利率上げても円安止まらんよねって分かってるから、かなり動き出す速度速いと思ってるんですよ。今その156円とかでちょこちょこ争ってる段階なんですよね。利率も上げたばっかりだからどうなるか分からないよねっていうのもあって、これが下がり始めた時に一気になるんじゃないかなと思ってて、実は結構やばいことが起きてるんじゃないかなという風なのが僕の印象なんですけど、それがなんか逆に言うとその利率を上げたにもかかわらず為替がそんなに動いてないからあまり何も起きてないように見えるんですよ。このあまり何も起きてないということがまずいよねっていうのが僕の主張なんですよ。これで153円とかドーンって上がって円高になりましたって言ったらまだいけるよねみたいな、やっぱ円買いたい人いたよねみたいなので分かるんですけど、全然円買いたい人いないんですかみたいなのが、なので結構ね微妙なんですよ。とはいえアメリカがいいかっていうとアメリカも分かんないんですよ。トランプ大統領だからね、何が起こるか分かんないんですよ。アメリカもね、多分ね、株のリセッションが起こるんじゃないかというふうに僕は思ってるので、なのでね、今どこが安全という感じでもないのですよ。どれがいいかというと一概にもそうも言えないので、なのでね、なかなか難しい状況じゃないかなと思ってます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。